サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ健康料理研究家の青です。今回のサラディークッキングは市場へ GO! コーン県の市場をご紹介します。合わせて1泊2日の観光の様子もレポートします。コーン県はタイの東北部にある県で、バンコクからは飛行機で1時間、フライト本数も多くて便利です。今回の旅行は総勢5人でのんびり過ごす予定でしたが、せっかくだからとやっぱり観光に走っちゃいました。朝ゆっくりの便で昼ごろ到着してレストランへ。空港近くの店を念のためと予約しておきましたが、予約がなかったらかなり待つことになった大人気のお店でした。店名はタムグラトゥイ。食事の前からいきなりテンションが上がっちゃいます。田舎だしねなんて期待せずにいたのですが、それが本当にごめんなさいって感じの素敵なお店でした。料理はコーン県らしい遺産料理が中心。しっかりスイーツも揃ってます。ワインもありますよ。夜に来てゆっくり飲みたいような雰囲気ですね。ソムタムカオポー、トウモロコシのスパイシーサラダ。これ好きって方多いですよね。大きめにカットされたコーンが美味しかったです。ヤムヘッケムトンと揚げえのきのピリ辛サラダという感じでしょうか。このタレが決め手ですね。ナムトクムー、豚肉のサラダです。容器に入っているのはもち米。トムソンプラーカン、ナマズのトムヤムって感じの酸っぱいスープで、ナマズが柔らかくて癖がなくて食べやすかったです。出ました、タイ風焼き鳥ガイヤン。ランチ後は恐竜博物館に向かいました。空港から西へ1時間ちょっとです。入場料はタイ人20バーツ、外国人は60バーツ、子供は半額のようです。プービアンはタイで初めて恐竜の化石が発見された場所で、それがこの化石です。膝のあたりの骨だそうですが、本当に大きいですね。いつ発見されたか調べたら1976年で、割と最近ですね。日本も1978年に岩手で見つかったのが最初だそうで、恐竜研究はまだまだこれからの学問のようです。タイでもあちこちで発掘調査が行われていて、このプーユアンでも近くに発掘現場があります。東北地方には恐竜博物館がいくつかありますので、お好きな方は博物館巡りをしてみてはいかがでしょう。次の訪問地はワットチャイスイ。市内への帰り道で約1時間ほど走りました。友人がタイ国政府観光庁のサイトでこの寺を見つけました。この寺は100年以上前に建てられました。早速中でお参りしようと思ったら、土足厳禁かと思ったこの注意書き、なんと女性立ち入り禁止と書いてるんです。今でもあるんですね。この寺は外壁の青い絵が有名です。何かの物語が描かれているそうです。近くで見るとなかなかユニークな絵です。これもなんか意味があるんでしょうね。小さい子だと夢に出てきちゃいそうです。代理で撮ってもらった内部の仏像です。寺の後は市内に入ってホテルにチェックイン。老舗のプルマンホテルに宿泊しました。晩ご飯を食べに行く途中に発見。こういうのを見るとなんか嬉しくなっちゃいますね。夜遅くにも市場の一部が開いていました。
本県の街中は道路が広くて、地図を見ながらの移動も分かりやすかったです。目指してきたのはムーガタのお店。なんとなくイサンといえばムーガタというイメージでも音は景気いいですが焦げて大変、いまいち消化不良な晩ご飯になってしまいました。翌朝は早くから市場へゴー。地図で見るとホテルの東側一帯が市場です。どの市場をどう歩いたのか分かりませんが、とにかく広くて活気があって興奮しちゃいました。適当に歩いたので市場全体が見えてませんが、できるだけ解説を入れてみます。一緒に歩いてる気分になって何か発見でもしてもらえたら嬉しいです。ここは入り口ということになるんでしょうか。大きな道路に面していて道路にはみ出そうです。というかはみ出てますよね。とりあえずこの右側の細い通りに入ってみます。肉とか海鮮が売られています。早速カエルにもお会いできました。上の細長い葉は東洋のバニラ、バイトゥイ、パンダンリーフです。下のつぼみはパッパイ、キバナオモダカ、ソムタムに添えられてて生で食べます。魚が売られてます。川魚でしょうね。プラーニン、ティラピアかな。お腹にパンパンに詰め物がされてます。まんべんなくよく焼けるようにする技で臭み消しや香り付けの役目もありそうです。新鮮ですねと思ったらまだ生きてるじゃないですか。ここにもなんか生きてるのがいますね。多分食用ではなく放して徳を積むためでしょう。バンコクの市場でどうやって食べるのって聞いてひどく怒られたことがあってもう聞けません。ここがメインの市場の建物です。動画も撮りたいし写真も撮りたいしで大忙し。タイ人はポパイが食べたほうれん草はこのパッコム、ヒユナのことだと思っている人もいます。トワプ、四角豆です。流行したゾウさんパンツ、洋服や靴などの衣料品も売ってます。これは中古ですかね。どこにでもある唐辛子ですが、いかにもタイらしくていいですね。しりとりができないとよく言われるンゴ。こちらは龍眼によく似たロンコーン。左が龍眼、タイ語でラムヤイです。キノコが新鮮で綺麗です。パッションフルーツはシワクチャが食べ頃。ここには食べ頃がたくさん積んでありますね。敷物を引いて並べて売っている人も多いです。ここにもありました。市場でよく見かける紙タバコのセット。檳榔と金馬の葉、石灰がセットです。市場の周りをぐるっと歩いてます。こんな立派な建物だったんですね。まだまだ店は続いてます。小さなパイナップルが山積み。可愛い子がお店番してました。日本の長ネギとかこだわりの野菜を売ってました。クーン、緑のはハスイモです。カー、ガランガルがありますが、その下。長くて赤いのはカーの若い茎で、ノーカーオン。茹でてタレをつけて食べたりします。ちょっと刺激的な生姜系の辛さがあります。可愛い実が見えますね。ニガウリです。花も咲いてます。
見た目可愛いんですが、いかにも体に良さそうな苦さなんです。こちらはチャプルーに似てますが、バイイーラー。スパイシーで個性的な香りの葉です。イーラーはクミンのことですが別物です。インドメボウキ、アメリカンバジルなどいろいろな呼び方があります。タイ語のゾウさんのバジルという名前が可愛いですね。炒め物やスープなどバジルのように使います。緑の唐辛子が眩しいほどです。ハスの茎、似てるけど違っててややこしいんです。白いのがライブは若いハスの茎です。ハスは実を食べたり花をお供えにしてますね。実はレンコンは根ではなく茎、地下茎が太ったものです。ライブアは若いハスの地下茎です。赤いのはサイブア、睡蓮の花に直接つながっている茎です。睡蓮は葉っぱが大きくて花だけ上にスッと咲きます。どちらも炒めたりスープにしたりして食べます。下処理不要で苦味もなく美味しいですよ。อันนี้อะไรคะปักเมาค่ะฮะปักเมา ปักเมา ที่เขา ปักเมาค่ะ 馴染みのない赤い実が目に入りました。マクマオと聞こえます。マクマオはママオとも呼ばれるとても栄養価の高い果実で、アミノ酸20種のうち18種を含んでいるのだそうです。赤いのは酸っぱくてソムタムなどに、黒いのは甘くて美味しいからそのまま食べるそうです。そこにあるのを食べてごらんと言ってくれて、お言葉に甘えていただきました。酸っぱいのを食べる勇気はなかったです。おばちゃんありがとう。見えてきたのはジャックフルーツです。熟す前の実を茹でたりして食べます。肉のような食べ応えがあって、最近は缶詰が出たりして注目の食材です。何か作業をしてますが、茹でたタケノコを細くカットしてるんですね。すごいスピードできれいに細くなってますが、どんな料理にされるんでしょうね。さて、そろそろホテルに戻ります。帰り道の歩道の上にもずっと売り子さんがいました。いやー、売れるんでしょうかね。売れるんでしょうね。珍しい、見たことのない種類のガランガルです。立派ですね。この先もまだ続いていて、なかなか帰れません。いやー、本当に市場って楽しいですね。朝食の後にチェックアウトして訪れたのは90の塔のお寺ワットノーンウェン。観光ポイントなので恐竜がお出迎え。思った以上に迫力のあるお寺でした。中も広くて立派でした。この飾りって今気がつきましたが、この寺のイメージかな。最上階からの眺めです。この後この橋を渡ってみることにしました。文源ナコン橋というようです。お寺の裏から公園を突き抜けて橋のたもとに到着。すでに昼近くて暑くてここまで来るのもひいひい。みんなで呆然と橋を眺め記念写真を撮って帰りました。一刻も早くビールが飲みたいと近くのお店フランアハンパウウアン、太ったおばさんという意味の店。店の前の魚が美味しそうです。卵も焼かれてます。どちらも注文して中へ。市場で見たお腹に詰め物パンパンの魚、プラーニンパオティラピアです。パンダンリーフの中に何か入ってないかと取り出してみましたが、何もなかったです。海ピ焼き卵です。リッチなとかいう意味のソンクルアンをつけることも。
中身を出して調味液で味付けし、また殻に戻して蒸してから焼くという、なんとも手間がかかっている料理です。それなのにこれで35バーツ。路上でよく売られている料理でもあります。店で食べられるのが珍しいですね。他にもイーサンソーセージやトムセープなど、この地の名物をしっかり食べてバンコクに戻りました。いかがでしたでしょうか。当初特に目的もなく計画した旅なので、根県の魅力を伝えられるほどではありませんが、市場はとにかく広くて活気がありましたので、旅行や出張でお出かけの方はぜひ少し早起きして立ち寄ってみてください。根県の町は学園都市だけあって整然としてて、とても過ごしやすいように思いました。リゾート代わりにのんびりしに行くのも良さそうです。それでは今回はこの辺で。サワディーカー、コップンマーカー。